大きなショッピングモールのゲームセンターでたまたま、湾岸ミッドナイトっていうゲームですね、ちょっとやってみようかなって好奇心で座って、僕以外が高校生が3人ぐらいいたんですよね。でその頃はなんかカードみたいのである程度こう自分でチューニングした車を動かすっていうところ、僕はもちろん100円入れて力の車だったんで、もちろん自分の車でスープラで走ったんですけども、終わってからですね、ゲームが終わって高校生に言われた一言が「お兄さんスープラ遅いけんやめた方がいいですよ」と言われまして、ちょっと実車乗ったことあるって聞いたんですけども、乗ったことないというところだったので、ぜひ今度機会があればその3人乗せてあげたいなと思ってます。名前はマーと言います。車は後ろにある80スープラに乗せてます。車の仕様としては、2J のターボ、ターボが GCG のタービンキットですね、GTX3584 を、つけてます。馬力的にはそうですね、650ぐらい、出てるんじゃないかと思います。あとはインタークーラー、これは H ケースですね。はい、カムも H ケースを入れてます。点火系はちょっと高回転でしかすると怖いので、イグニッションプロダクトの、強化コイルですね、イグニッション入れてます。街乗りがメインで、時折04っていう形で、はい、楽しんでます。言葉で言うとちょっと難しいけど、シートにもちろんこう体が吸い付くような感じ、それは単純に言葉としては出るかなというところと、やっぱり視界が狭くなるっていうところはありますね。きっかけとしては、この車の前に147のアリストに乗ってまして、この車がですね結構電装系、エンジンは強かったんですけど、電装系が結構故障が来だして、ちょうど車検を迎えるという時にちょっと乗り換えようかな。ただエンジンは生かしたいので、またアリストを探してたんですけど、ちょうどこのスープラの話があったので、じゃあこれにエンジンを乗せて、エンジンもそのオーバーホールがてらタービン交換とか、いろいろプランは自分で練ってたので、それをタービン交換とかして、スープラをちょっとに乗ってみようかなと、思ってこの車に、スイッチしました。この車を買って、実はこの車ノンターボの6速 SZR というグレードの車なんですけども、しばらくはその NA のまま乗ってました。ショップさんのちょっと都合もありましたし、そのエンジンを製作する日数とかもやっぱあったので、しばらくは NA のまま乗ってたんですけども、やっぱりこう今思えば非力だったなっていうところ、それからただ逆に言えば踏んだら踏んだだけ回るエンジン、だったので、すごく気持ちよくは乗れてましたね。でエンジンが下ろす順番、作業の順番が回ってきたところで車を預けるというところで、ショップさんの方には約1年じゃ10ヶ月ぐらいですかね、はい、預けて、製作してます。街乗りメインで時折そういう競技、そういった形で作ってくださいっていうところを、ショップにオーダーして、もちろんこう山道であったりとか、そこも好きですし、やっぱり一番楽しいのはもう直線ですよね。高速であったりとか、そういったところが、一番得意なステージかな。セッティングであったりとか、ちょっとこの車に関してはメカニカルなところでのトラブルじゃないですけど、ちょっと不具合があったりとか、そんなんで、コンピューターリンク
の G4X 入れてるんですけども、そのリンク車とちょっと話しながらというか、そういったことでやってます。パワーアップっていうのはもちろん車にとっても、悪いことではないかなと思いますし、ノーマルから乗ってって徐々にこうステップアップするのはいいかなと思うんですけども、まずノーマルを知るっていうところ、ノーマルっていうかその車の蘇生を知るところから入った方がいいんじゃないかと、思います。で実際そこからじゃあこの車のその動きの限界点とか、エンジンにしてもそうです。そういったところをまず知ってから徐々に、馬力を上げていったりとか、それに伴って例えば、ブレーキ足回りというところを徐々に、手入れていった方がいいんじゃないかなと思います。90年代この車が走ってた時代っていうのはすごくもうどのメーカーさんも馬力競争っていうかどっか全盛の時代だったんで、どの車がいいかって言われたら本当に良し悪しかなというところなんですけども、このスープラに関して言えば、そのやっぱりボディラインとか、もう今の車にはないような形、パッケージングですね。乗った方がいいというよりもぜひ乗ってほしい車ですね。今時の車はやっぱり電子デバイスっていうかそういったのが満載で、ある程度運転スキルもちろん必要ですけども、この車、先ほど話した90年代の車に関して言うともうまさにもう運転スキルが全てっていう車、本当に自分で扱ってるっていう車感覚になると思いますので、スープラだけじゃなくてもちろんその時代の車、今の値段はちょっと高騰はねしてるんですけども、ちょっと機会があればぜひ、乗っていただきたいなと、思います。今後おそらくこの車は世の中から減っていくであろうという車なので、やっぱりそうです、そういったところにおいても、1台でも、長く残さないとなっていう、そういった思いはあります。